本日はご視聴誠にありがとうございます。ただいまより1月22日愛知県体育館大会メインイベントで行われる KOPW2023 争奪戦のルールプレゼンを行います。まずは挑戦者グレートオーカーン選手、ルールのプレゼンをお願いいたします。そうさな。まずもって高木はトロフィーにいちいち文句つけてたけど、トロフィーも悪くねえぞ。これはなんだかな、栄光賞って書いてあるな。こいつはプーチン大統領杯全日本参謀選手権優勝。これはドン・キホーテ杯全日本ビーチレスリング選手権大会最優秀選手賞。これはサブミッションアーツレスリング国際大会優勝。要は記憶はないんだけど記録はたくさんあるんだよな。ここにあんのも全部金メダルだ。たくさんあるな。空手とか柔道、キックボクシング、ブラジリアン柔術。国際大会優勝もあるな。もちろんプロレスのベルトもな。何が言いてっかって言ってよ、高木が IWGP 狙うのも KOP 乱暴に出ねえっつって出たのもどうでもいいんだ。ただな、ムカつくんだよな。みんなベルト言いやがって。ベルトがなきゃ挑戦できねえとか、ベルト取って誰々とやりてえとか。てめえらの価値どこにあんだよ。こんなのな、全部な飾りとアクセサリーなんだよ。お前いいから早くルールを言えよ。お前の自慢話はいいんだよ。お前自慢？これが自慢に見えるのか？どう見ても自慢だろ。当然の話だこれは。いやKOPW のルール提案の場だぞ。お前のアマチュアの頃の結果なんかどうでもいいんだよ。だからヨが言いてえのはよ、こんなもんによ左右されんじゃねえよ。おめえ誰なんだよ。お前が一番左右さこんれてんじゃねえか。なものよりもな熱い戦いしてるヨたちの方が価値があるんだよ。てめえベルトがなきゃ何もできねえって自分のこと下げてんだろ。それがムカつくっつってんだよ。どう見てもお前の方が依存してるじゃねえか。依存してねえよ。過去のベルトだ、メダルだ、トロフィーだ。だってそうだろ。こんなの大掃除で全部お前粗大ゴミで捨てちまえよ。この野郎。オブジェだからな。オブジェは飾るんだよ。ベルトメダルはこういう風に飾らないと、アクセサリーにしないと。それが言いてんだ。ルールを説明するなら、男をあげる男同士のルール、戦いの原理をしようと思うんだよ。おめえ柔道やってたろ。柔道どんぐらいいった？かじった程度だよ。そんな程度か。何が面白い。かじった程度で何がわかんだよ。そんな程度って。いや我々要は何個も世界チャンピオンになったからな。じゃあそうだな、ヨが提案するルールは一種格闘技マッチだ。細かいルールを説明すると、道着を着れば道着を使って締め技もできる。そして勝敗を決めるのは KO、TKO、そしてタップアウトの3つのみだ。もし場外に逃げることがあれば
ランバージャックでもやろうか。そっちもセコンド連れてこい。こっちもエンパイアはいつも来てくれるからな、セコンドに。場外に逃げることがあれば、そいつらが中にいて、完全決着男同士、1対1で、この KO、TKO タップアウトで勝負を決めようか。貴様が道着を着てくるかどうかは好きにしろ。以上だ。いいじゃないか、男らしくて。ちょっと待って。プロレスラー同士でやるのなぜ異種格闘技戦なんだよ。プロレスラー対プロレスラーでなんで異種格闘技なんだよ。同じ業種じゃねえか。え？ルールをちょっと変えただけだ。さらに言うと、貴様はプロレスラーかもしれん。世もプロレスラー。そうだろう。じゃが、柔術家であり、キックボクサーであり、柔道家であり、空手家であり、アマチュアレスラーでサンボマスターだった。いや、それは過去の話ね。アマチュアの頃と今の話は違うだろう。今プロレスラーとしてプロとしてやってんだったらプロレスラー同士の戦いでいいじゃねえか。では先ほど言ったルールがプロレスのルールじゃないとでも。いや、そうとは言ってないけどな。ほら、彼は言い訳が得意で散々 KOPW にから遠ざかると言っときながらなんだかよくわかんない理由で戻ってきたが、彼はこの通り男が腐っちまったみてえだ。それを取り戻すルールを提案してあげただけだ。まあだから道着を着るのも好きにすればいい。道着を着たら道着を使って締めてもいい。それだけだ。世が着るかどうかもわからない。高木が着るかどうかもわからない。好きにすればいい。異種格闘技戦マッチ？異種格闘技マッチだな。異種格闘技マッチ。王冠選手、以上でよろしいでしょうか。ぜひもない。はい、では、保持者高木慎吾選手お願いいたします。そうね、まあ俺は昨年5度この KOPW のタイトルマッチやってきたんで、まあ、その中でもこの KOPW のまあ魅力にまあ入り込んだきっかけの試合となった4月のお前うるせえなお前黙ってんだろ。おい黙ってやってるからよ。いやもうこっち取ってないから今俺を取ってるから、まあ去年 KOPW の魅力にねハマったというか、本当にKOPW 本当激烈だな強烈だなという試合を、まあ、振り返ってみるとやっぱりこの一戦だったなというのを、はい、まあ過去というか去年やってる試合だけど、高木式30カウントピンフォールマッチ、まあ去年の広島でタイツでやったルールだけど、なかなかなんだろう、30カウントっていうとかなり余裕があるのかなと思ったけど、やってみたらねもうあっという間に崖っぷちという状況でね、ただ限界に近い状況だけに、己の限界以上のね実力を出せたと思ってるんで、これぞ KOPW というね去年の中で一番、まあ、ラストマンスタンディングとかもやったけど、まあ大川はまだ KOPW 体感してないと思うんでね、体で体感してもらうにはこのルールがいいんではないかと思いますけど、サブミッションでのギブアップはなし、場外カウントもなし、はい、高木式30カウントピンフォールマッチ。 KOPW に慣れてるとか言っときながら同じルールかよ。いや面白かったルールを提案してんだからいいじゃんしかもタップアウトなしって確実に逃げてるじゃねえかいやいやいや去年もそうだったからたまたまだよ、別にお前のサブミッションが怖いとかじゃなくてじゃあ、付け加えてもいいんじゃないか、高木式ということで。いや30カウントピンフォールに特化したルールだから面白いじゃないか。ピンフォールに特化してね、そこでお前ギブアップタップ取ったら面白くねえだろ。プロレスの全否定ですか、もしいかして。やあれ先ほどプロレスがどうたらこうたら言ってたけど、あれザック・セイバーとか真田も確かなんかこう頭絞るやつで勝ったりするけど、あいつらを全否定されるんですか、いやオタクは。去年やった中ですごい、まあ、KOPW のタイトルマッチで一番最初にねやったルールだったんで、ぜひこのちなみにその KOPW のこだわりも散々嫌だとおっしゃっていましたが、そちらはどうなったんでしょうか。何のこだわりだよ。嫌だって言ってたじゃないか。何が嫌だよ。
もうやりたくないって、そんなトこと言ってないロフィーじゃやだ、ベルトがいいって。そんなことおいよくチェックしてんな。ああ、耳に入ってくるんだよ、嫌いなものほどね。まあ正いや去年は直どうだっていいけどね。まあこいつはなんかねこんなまあ散々いろいろたくさん用意してくれてるけど、まあ去年トロフィーだったものがまあ若干もうダッシュした時からもうまあひん曲がってたし、どうせならもっと立派なトロフィーにしたらいいじゃないかっていう中でまあ破壊されたんで、メインイベントビッグマッチのメインイベントを飾るぐらいの試合であれば、トロフィーじゃなく立派なベルトにしたらどうだってことで、まあ念願かなって今年からねベルトになったということでいいんじゃない？まあそれも世のアクセサリーになるんだけどな。お前もベルト欲しいんだろ？トロフィーだのメダルだのアクセサリーとしてもちろん欲しいさ。アクセサリーは何個あってもいい、オブジェは何個あってもいいからな。お前の方が矛盾してねえか、こんなメダルだトロフィーだ持ってきて。あ結局ベルト欲しいんだろ？欲しいよ。アクセサリーとしてね、君のようにベルトがなきゃ挑戦できないとか、いやいやいや形にこだわってトロフィーじゃ嫌だとか、そういうことは言わないがな。いやいや、だからこの KOPW のあり方もおかしくて、2022年で、まあ、俺が覇者っていう風になってるけど、年をまたいだらね、リセットされるっていうのもおかしいわけだ。なるほどなるほど。だからまあ俺がお前黙っとけよお前。なるほどなるほど。リアクションすなこら。IWGP 世界ヘビー級王者、まあ今岡田和親だけど、岡田の前に行くのに丸腰で行くわけにいかないから、何の実績があるんですかって言うから、まあ、1.5 でベルトダッシュして。そこがいじらつくんだよ。てめえの勝ちねえのかって。裸単価でよ、行けばいいじゃねえか。そんな誰が認めてくれんだよ、そんな状態で。認められねえてめえが悪いんだよ。じゃあお前が認められんのかよ。認めさせてやるよ。この KOPW でな。散々ベルトうんぬん言ってるけど大事なのよ。この異種格闘技マッチで男同士、てめえのその弱々しい男の日本男児の大和魂を失ったそれを戻してやるよ。一応言っとくかな。要は貴様のことは少しだけ認めてたんだよ。おお、言ってみて、どこに認めてプロレスラーとかじゃないよ。どこその男らしさ、日本男子らしさ。要は国籍もわからない。だけどな、親日家なんだよ。日本が好きなんだよ。それなのに、それを代表する貴様が弱々しくて情けねくて、だからムカつくんで、だからこのルールを提案したんだよ。どう見ても日本人だろお前、この野郎。なわけねえだろ。日本人だろ。どこがだよ。こんな前日本の大会のタイトルこんだけ持ったら日本人イギリスで生まれてんだよ。イギリスで生まれてんだよ。イギリスもあるし、ブラジルもあるし、ブルガリアだってあるしよ。もうモンゴルか、中国人じゃねえのか。国籍不明なんだよ。国籍不明。不明。何人かもわからない。日本語がお上手で。何歳かもわからない。何歳かわからない。親日家だから。もしかしたら俺より年上かもしれんな、お前。かもしれない。親日家だから。まああとは俺がね、ちょっと俺が今喋ってるタイミングがちょこちょこ言わないでくれる。あとはこの KOPW に関して、KOPW に関して、保持者と争奪戦なの。もうせっかくベルトができたんだからよ。もういいんじゃない？もう差別化しなくていいよ。普通に選手権試合でいいんだよ。KOPW。なんだったら無差別つけたらいい。KOPW 無差別級選手権試合タイトルマッチにしようぜ。チャンピオンで書いてあるんだったら保持者じゃなくて KOPW チャンピオンで呼んでくれよ。な、愛知県体育館だろ？名古屋国際会議場じゃなくビッグマッチのメインでやるんだから、新日本プロレスさんよ。それにちゃんと考えてほしいね。まあもちろんこんなこと言っても愛知県体育館でのタイトルマッチに負けたら意味がないんで、何が何でも勝ちたいと思います。この高い式30カウントピンホールマッチにぜひ1票よろしく。両選手とも、他にプレゼンに対して言い残したこととかないでしょうか。いや、もう一個あるよ。もう一個。全部さっき一番やお前。では王冠選手お願いいたします。いや、貴様の方から言ってくるかなと思ったんだけど、大田区のよバックステージでよ、IWGP 挑戦権かけるって言ったよな、カメラの前で。それどうなったんだよ。言わねえのかそれ。待て。お前もなんかめちゃくちゃやな、ほんと言ってること。何がじゃ。KOPW だけじゃなく IWGP の挑戦権も取りたいと。それは貴様が言ったんだよ。売り言葉に買い言葉でかけてやるよって。別に俺も逃げも隠れもする気ないんでね。
ただお前ルー俺逃げルでようとしなかった。今逃げて終わっない逃げてないてだから待ってたんだけど、いや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  IWGP のこと言うかなと思ってたら、いやいやあれ言わずに逃げちゃう。あ、さすが高木さん、いやいやいやこれかって別に俺から言わなくてもいいだろお前がチャレンジャーなんだからだからチャレンジャーらしくヨガ言ってるじゃないか言ってやったじゃないか。ヨガ言ってやったんだよ。あそだから IWGP の挑戦権どうするんですか。ただまだルール提案してる段階だからよなんだったらいいんじゃないこのルール提案で投票で決まったルールまあいや王冠のルールが決まれば IWGP の調整権もかけてやろうじゃないか逃げるのがお上手で。いやいやいやただし俺の30カウントピンホールマッチに決まったら IWGP の挑戦権はかけないいいんじゃないその方がお上手でやっぱりその方が盛り上がるだろバカ言い訳野郎がその方が盛り上がるだろっつってんだよこれが大和魂か。いや待て俺自分から大和魂とか言ったことないからなじゃあ持ってないのか。え持ってないそんなものは口に出さなくても胸にあるんだよな飾りじゃないんだよファッションじゃないんだよこれが少し認めた高木の言い訳か。いやいやだから飾りじゃないんだよまあそれはその通りだけどな。飾りじゃねえよ。そうようん胸にしまってるもんだからうんいいんじゃないだからこのルール提案で投票でお前のルールが選ばれたならばあ GP の挑戦権もかけるよしっかりそれ以上そうかそこは男に二言はなしああそうか。うんまた逃げたりしないな。いや逃げてねえじゃん今よく取ったなおい。取ったよいいよ世の異種格闘技マッチが通れば KOPW なんだっけ保持者だかチャンピオンだかそこはまだわかんねえがそれと IWGP 挑戦権もかけるということでそれじゃあおい帝国民そして高木が好きな愚民どももよ世のルールに投票するよそうすればさらに多分燃えてくるぞ負けられねえっつってな熱い戦いが見たけりゃ世に投票しろまあ俺はこっちのルールが面白いと思うけどなあとはもうファンが選べばいい今回の KOPW 争奪戦のルールもツイッターのファン投票にて決定いたします。新日本プロレス公式ツイッターアカウントにてこの後、本日ですねこの後23時、本日の23時より1月15日日曜日23時までの3日間で投票の方、実施いたします。1月12日木曜日23時から1月15日日曜日23時までの3日間で投票を実施いたしますので皆様投票の方お願いいたします。以上をもちまして1月22日愛知県体育館大会メインイベントで行われる KOPW2023 争奪戦のルールプレゼンを終了いたします。ご視聴ありがとうございました。おい高木お前道着持ってんのか。俺も柔道やってたからな実家帰ったら道着あるよなるほどね。